こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、プレイ音がやたら静かなゲーム再開です。お察しください。ついに音を上げたということね。さて前回はメガタイガを発見しました。未踏破のバイオームは早くも寒い気候とジャングル目先の子だけと、実に言いやすくなっています。メサだけになればもっと言いやすいわよ。そして3ページ構成の収集隅ブロックは105個となり、コンプリートまで残り約4分の1です。ぼちぼちシルクタッチの入手が急務となっていますが、経験値稼ぎ用のスポナーが毒蜘蛛のしか見つかってません。ここまで来たら素直に毒蜘蛛ルートに入るか、ブランチマイニングルートに分岐するかの2択ね。一応砂漠の地上露出スポナーにかけています。さて、第2号の船をクラフトします。すぐ別離が待っていそうで怖いですけど。ラグさんの暗躍次第ね。まあそうですが、でもこのバージョンで船に乗ってると時々一瞬止まるんですよ。案外その時座標調整がなされてるかもしれません。船は無事回収できました。大丈夫そうですね。さて、あと少しで地図の西に到着です。洞窟を見つけてはスポナーは稲がと見てるんですけど、いつもないんですよ。さて、やっと地図4枚目の西端、上から4分の1のところに着きました。ここから東にまっすぐ行って拠点に戻ります。あ、まあごく自然に進行方向に最短距離で進みましょうか。ちょっと進行方向は？こっちが最短ルートです。超重力で時空が歪んでいるので視覚的に遠回りに見えるだけです。歪んでいるのはテリーの脳みそよ。そういえば高さ制限的に、もう結構山岳は歩けるようになってますね。氷ですね。山岳でも氷があるとは知りませんでした。前作であんなに歩き回ったのにね。またここに来るの大変です。毒蜘蛛スポナーで無理にでもシルクタッチ作っていた方が良かったかも。そのすぐ先で、比較とは関係ないのですが橙色のチューリップを見つけてしまいました。睡蓮の葉を捨てることでまずゲット。でも、すぐ近くに桃色のチューリップも生えているんですよね。どうしよう。どうせゾンビ肉は捨てないのよね。ダイヤの剣捨てたら？サトウキビを紙にすれば持てるじゃないですか。無事に桃色をゲットした1分後です。なんか、横歩きしていませんか？ウサギが横歩きするわけないじゃないの。いやでも足の向きが今横に。気のせいじゃないの？そうですよね。溶岩の流れに間に合いました。これそれなりに珍しいです。ある程度接近した時に初めて流れ出すのかしらね。もし単にそうだったらもっと頻繁に見かけると思うので、ラグさんの仕業じゃないかと疑っています。まあ大体ラグさんのせいにしておけば安心ね。で、あれなんでしょうか。もしかしてラグさん？小鹿、でしょうか。カブトムシの角よ。さて、4枚目の地図はこんな感じで、3枚目に入ります。3枚目に入ってすぐ海洋バイオームがあり、そこで花の森林の孤島を見つけてしまいました。花が取り放題なんですがもう持てません。一体どうしろと。ダイヤの剣と弓、それに防具全部捨てるのよ。ここは逆に考えて、手持ちの花を植えてインベントリの空きを作ることにしました。今度ここに来た時まとめて採取すればいいし、別の花の森林見つけたらそれでいいんです。さてようやく海洋が途切れたところですが、なんでか進めません。船に乗ったままでのワープとは初体験です。やはり、
船に乗ったままでも位置ずれが補正される仕様になっているようです。時々補正されるという感じかしらね。さて地図3枚目の東に近づいてきました。新バイオームは見つかっていません。あの雲を軽く凌駕している山岳がド迫力です。ありゃ、前方不注意でした。たまたま減速していたので船大破せずに済みまし、私の船は？さっきよそ見して石にぶつかって大破してたじゃないの。そうでしたか。さて地図3枚目の東に着きました。2枚目に進む前に、南の砂漠で地上露出スポナーを探してみます。砂漠に移動中ですが、見覚えのない形の肉を見つけました。また新仕様の見落としです。1.8 から羊も肉をドロップするようになったんですね。途中からは船旅です。砂漠が近づいてまいりました。ちなみに砂漠でも地上露出スポナーは結構少ないので、割とダメ元気分だったりもします。と、その前に村をようやく見つけました。これでやっと金の人参とエンダーチェストが手に入りそうです。星草の俵もね。一瞬止まった。わかりやすく船が大破しました。どうも船の仕様が複雑すぎて使いこなせないでいます。無事に村人は生活してます。教会も見えるので牧師もいそうですね。まず、1.8 からは村人取引が一新しているはずなのでその辺の調査から。でもそもそも前のバージョンまで取引をほぼ使ったことないので、一新しててもあまり混乱することはありません。さて、収穫のお手伝いをしましょうか。おまわりさんこっちよ。あとようやく、主食の金の人参の材料にありつくことができました。長かったです。なんで村人のおまわりさんがいないのよ。ハンドガン取引してゲームバランス崩しかねないからじゃないですか？おっと危ない。野生の馬に畑を荒らされる前に村人のために収穫しておきます。馬は荒らしたりしないわよ。さて、いろいろお手伝いして、お礼に収穫物を全部いただきました。星草の俵をやっと入手です。金の人参は、ちょっとまだインベントリがきついですね。あと忘れないうちに村のお宝はいただきます。罪悪感を感じないの？私も本当は悪いことしたくないですが、これは冒険者の義務なので仕方がないんです。さて、この教会は牧師がお出かけ中のことが多いようです。エンチャントの本も取引するんですね。アンデッドはあまりにも。で、砂漠の様子を見に行っていた牧師にようやく出会えました。この人と何回か取引すれば、いずれエンダーアイを出してくれるはずです。エメラルドをそこそこ集めないとならないわね。今のところは、ブランチマイニングで余りがちな鉄と石炭を売ろうかと考えています。だいぶ焼けてますね。何ちゃっかり村の備品を使ってるのよ。さて、ぼちぼち村を出てスポナー探しかなと思い始めたところで事件が起きました。私の予定を台無しにした犯人はこの村人です。ないわ。ないない。村人語がたまたま日本語でシルクタッチと読めてしまうだけよ。まあ、いきなりシルクタッチを扱ってるとか常識を疑いたくなりましたが、おかげでスポナー探さずに済みました。本当にありがとうございます。でも、メサ運がやばいわね。こうなったらもう仕方がないので、メサ運はマイナスでオーバーフローさせてしまいます。さて、今回は短めですがここまでです。急遽エメラルド確保の調査のためここでプレイを打ち切りです。先に村人取引調べていたんじゃないの？不必要だと思っていたものまでは覚えてなかったです。ともかく次回、拠点まで往復して取引物をごっそり持ってきます。エメラルド18個集めてシルクタッチ入手です。18個に足りるかしらね。それではまたね。バイバイ。